こんにちは、ぴょんです。私は今、成田国際空港第一ターミナルに来ております。今回はニュージーランド航空のビジネスクラスで成田からオークランドへ、そしてオークランドで国内線に乗り継いでクイーンズタウンへ向かいます。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、予想しながらご覧くださいませ。自動荷物預かり機と保安検査場は上級クラスの優先レーンのおかげで時間がかからずスムーズに進んでいけました。ニュージーランド航空はスターアライアンスに加盟していますので、ビジネスクラスの乗客は ANA ラウンジを利用できます。2024年の訪日外国人数は史上最多を更新しており、そのデータの通り空港内は外国人で溢れていました。今日は朝から何も食べていませんのでお腹が空いています。ANA ラウンジではオーダー式のヌードルバーも人気です。うどん、そば、ラーメン、カレーなど出来たてのお料理が提供されています。本日成田空港を出発する時刻は18時45分、夜間のフライトですのでシャワーを浴びてさっぱりしていきましょう。ANA ラウンジのシャワールームは抜群に清潔です。髪の毛一本、雫一つ残さず、その都度徹底的に清掃されています。実質ありますが、利用客があまりにも多く1時間待ちでしたので、早めに予約することをお勧めします。さて、そろそろ搭乗時刻です。成田空港を出発するのは18時45分。ニュージーランドのオークランドに到着するのは翌朝9時20分。飛行時間は10時間35分です。今回乗る飛行機全体の座席についてご紹介いたします。ビジネスクラスは44席、シート配列は121で、ヘリンボーン式という珍しい形で座席が並んでいます。ヘリンボーンというのはニシンの骨という意味で、ファッションやインテリアの模様としてもよく使われる単語です。プレミアムエコノミークラスのシート配列は242。エコノミークラスに比べ 1.5 倍の角度のリクライニング、プレミアムエコノミークラス最大のシートピッチで数々の賞に輝いています。エコノミークラスのシート配列は343です。この緑色の座席はスカイカウチシート。ANA のハワイ路線で有名なカウチ席ですが、実はこれ、ニュージーランド航空が発祥なのです。ニュージーランドが比較的どの国からも離れているという立地上、長距離路線が多いため、ニュージーランド航空は睡眠に力を入れています。それでは今回私が10時間半過ごすビジネスクラスを一緒に詳しく見ていきましょう。モニターは11インチで十分な大きさ。日本語が用意されているのはありがたいですね。システムと機内エンターテインメントもとても良いです。ポットマンがあるため常に足を伸ばせますし、椅子としても使えるため向かい合ってお話できます。ウェルカムドリンクとしてシャンパンのローランペリエをいただきました。機材はボーイング 777-300ER 長距離路線に適した大型旅客機です。大きくてゆったりとしたソフトレザーの座席。些細なことですが、初めから座席にお水のボトルが用意されていることが良かったです。
スタイリッシュなロゴ入りヘッドホンはノイズキャンセリング機能が備わっています。すべてのものが手の届く範囲に集約されています。シンプルでかっこいいアメニティポーチはマグネット式で開閉できます。底にはマチがあり、ポーチ全体が紙でできています。中に入っているアイテムは6つで、耳栓と可愛い靴下。環境に配慮しプラスチックを削減するため、芯以外が紙でできたボールペン。歯ブラシは木製です。マオリの伝統的なハーブ療法にヒントを得て作られたパオテアの多機能バームとボディクリーム。ふわふわのスリッパも用意されています。ポットマンが固定されているおかげで、離着陸時などの基本の体勢の時にも足を伸ばせるのです。飛行機が動き始めました。モニターは引き出して使うこともできます。搭乗後すぐに夕食について聞かれ、前菜は2種類の選択肢の中からかぼちゃスープを、メインディッシュは3種類の選択肢の中から牛ほほ肉の赤ワイン煮込みをそれぞれ注文しました。ニュージーランド航空はニュージーランドを代表するフラッグキャリアであり、国際的にも高い評価を得ている航空会社です。1940年に設立し、拠点のオークランドからニュージーランド国内の主要都市、オーストラリア、北米、アジア、太平洋諸島など国際的なネットワークを展開しています。ニュージーランド航空は特に安全性において世界的な評価を受けており、世界の安全な航空会社ランキングで今年も見事第1位を獲得しています。ちなみに毎年1位2位を争う最上位の超常連です。この評価は長年にわたる優れた安全記録、最新の航空機材の導入、パイロットや乗務員の高い訓練水準などいくつもの項目を点数化し格付けが行われています。保有している航空機の年齢が若いことや、多くの最新技術が採用されているというのは心強いですね。今流れている機内安全ビデオもニュージーランド航空の工夫が光っています。ユニークな内容かつニュージーランドの文化や自然を生かしたストーリーで面白いので最初から最後まで見たくなるようなビデオなのです。定期的に新しいビデオに変え、ニュージーランド航空をよく利用する乗客が飽きないようにも努めています。今回のビデオ8番目の不思議編は、世界中の7つの注目すべき建造物を指す世界の7不思議に続き、8番目の不思議になるべく、ニュージーランドで議会が開かれ、ニュージーランド各地の観光名所が立候補し、それらを旅しながら、一緒に8番目の不思議を探す内容となっています。美しい映像とクスッと笑ってしまうような可愛いお話に引き込まれ、安全のための知識が自然と頭に入りました。また、ニュージーランド航空はホスピタリティにも定評があり、客室乗務員の方々は常に笑顔で非常に親切です。いよいよ離陸の時が近づいてきました。夜の離着陸時に機内の照明が消えるのは非常事態に備え、安順応や非常灯を見やすくするためです。しかし、飛行機の事故率は 0.0009% 程度で、438年間毎日搭乗しても一度しか起こらない確率と言われています。ニュージーランドの検疫は非常に厳しいため、食品類は極力持ち込まないことをお勧めします。
入国書類は紙でもオンラインでも提出できましたが、オンラインで申請しておくと自動ゲートでスムーズに入れるので便利です。私は出発24時間前にアプリから申請しました。日本人は観光目的での3ヶ月以内の滞在においてビザが免除されていますが、電子渡航認証の取得が必要です。私は余裕を持って1週間ほど前にアプリで手続きを行いました。最新情報とご自身の要件は必ずご自身でお調べください。国際線では全クラス無料で機内 Wi-Fi を利用できます。11月の上旬、南半球にあるニュージーランドの季節は春です。お化粧室を見てみましょう。ビジネスクラスには3カ所のトイレがあります。お飲み物はニュージーランド産のものを中心に豊富に備えられています。食前酒にはニュージーランド産のシードルをお願いしました。飲みやすくとっても美味しいです。アミューズブッシュはマグロのスモーク、七味風味。わさびマヨネーズが添えられています。前菜として2種類の選択肢の中からクリーミーなかぼちゃのスープを選びました。もう一方の選択肢はバルサミコのジュレが添えられた鴨肉のスモークです。ニュージーランド航空はワインにも力を入れられていて、すごく良いワインが何種類も用意されてますので、今後乗られる方にはぜひワインをお試しいただきたいです。このニュージーランド産のオリーブオイルがソービニヨンブランのような華やかさです。メインのお料理は牛ほほ肉の赤ワイン煮込みにしました。お肉が柔らかく煮込まれていて、付け合わせのじゃがいもも美味しかったです。メインの選択肢はチキン、うなぎのかば焼きと全部で3種類ありました。うなぎもとても美味しかったそうです。デザートはいちごとバニラのアイスクリームか温かいバタースコッチ風味のラバケーキ2種類から1つを注文するのですが、ご好意で2種類とも運んできてくださいました。特にこのラバケーキがびっくりするほど美味しかったです。お食事を食べ終えるとちょうど良いタイミングで客室乗務員の方がベッドを作りに来てくださいます。寝具がすべすべで気持ちの良い手触りです。身長162センチの私が足を伸ばして寝転がった時にあと30センチくらい縦の長さに余裕がありました。プレゼントでいただいたグロスと保湿スティックのおかげで全く乾燥せずに過ごせました。ありがとうございます。明日元気に動けるようにそろそろ寝ておきましょう。おやすみなさい。飛行時間が残り2時間になったところで朝食の準備が始まりました。でもまだ日本時間の深夜3時でお腹が空いていないため、マンゴーバナナスムージーだけいただきました。美味しそうなメニューでぜひとも食べたかったです。どうやら現在ニューカレドニアの上空。しばらくすると着陸態勢に入りました。異国の風景にはいつもワクワクさせられます。無事にニュージーランド、オークランド空港に到着しました。
時間があるので、国際線ターミナルから国内線ターミナルまで15分ほど徒歩で移動します。これから乗る国内線はエコノミークラスのみで、預け入れ荷物が有料です。国際線でビジネスクラスを利用したため、これから乗る飛行機がエコノミークラスでも航空会社のラウンジを利用できました。どのお料理も美味しかったです。搭乗口がラウンジの目の前でしたので、時間ギリギリまでお食事を楽しめました。オークランドからクイーンズタウンまで1時間55分のフライトです。離陸してすぐ、コーヒー紅茶とお菓子のサービスがありました。だんだんと景色が変わってきました。クイーンズタウン空港は着陸時の景色が世界一美しい空港と言われています。クイーンズタウンはニュージーランド屈指のリゾート地。ニュージーランドの南極側、壮大な南アルプスに囲まれた湖畔の町です。美しい自然、上質なグルメ、アクティビティが揃っており、世界中からの旅行者を魅了しています。クイーンズタウンで過ごした6日間。美しい大自然に囲まれ、今までにない経験ができました。私が一生のうちに必ず訪れたいと思っていたホテルの情報は、前回投稿したマタカウリロッジの特集動画をご覧くださいませ。旅行全体の情報はこの次に投稿する総集編の動画でお届けしますが、せっかくですので少しだけ先にお見せしましょう。ここ、注目です。世界遺産ミルフォードサウンド。とってもレアなペンギンに会うことができました。クイーンズタウンの街も遊び尽くしましたので、素敵なレストランや観光の情報も盛りだくさんです。もちろん世界一美味しいと有名なハンバーガーも食べました。気になる費用も一つ一つすべて公開していきますので、次回に投稿する総集編の動画もぜひチェックしてみてくださいね。クイーンズタウン国際空港の3レターは ZQN。自動の荷物預かり機でスムーズに進めます。今回、国内線はエコノミークラスのため、預け入れ荷物は有料です。かなり時間に余裕を持って、出発時刻の2時間半前に空港入りしました。今夜乗る国内線はエコノミークラスですが、明朝乗る国際線はビジネスクラスのため、ありがたいことにニュージーランド航空のラウンジを利用できます。ニュージーランド航空のお食事はラウンジ食も機内食もとても美味しいですのでお腹を空かせてくることをお勧めします。ちなみにプライオリティパスラウンジは国際線のみでした。スタッフで日本人の方がいらっしゃり、とても親切にしていただきました。コーヒーはタッチパネルで注文できます。ミルクの変更など様々なカスタマイズが可能ですし、コーヒーのクオリティが高いです。お酒の品揃えも豊富で、すべてニュージーランド産の銘柄でした。ゲートクローズ予定時刻のギリギリになってしまいましたが、まだゲートが開かれていなかったため安心しました。さようならクイーンズタウン。きっとまた戻ってきます。
それにしても、ニュージーランド航空は本当に接客が良くて、機内も綺麗で素晴らしく、日本を直行便の就航先に選んでくださり感謝の気持ちです。帰りもクッキーをいただきました。ショートブレッドのようなタイプで美味しいです。ポークランドの街が見えてきました。現在が22時30分で、東京行きの便は明日の朝10時頃ですので、空港のすぐ近くにあるプルマンホテルに宿泊します。綺麗で広くて快適でした。しっかり眠れたので良かったです。ホテルは国際線ターミナルの真隣に立ってますので便利です。ニュージーランド航空ビジネスクラスの乗客は専用のお部屋でチェックインと荷物をお預けできます。空港の混雑から離れ、静かで落ち着いた雰囲気です。完全自動の機械でチェックインと荷物の預け入れを済ませ、保安検査と出国手続きも優先レーンでスムーズに終わりました。オークランド国際空港はニュージーランド航空の本拠地ですので、ラウンジも一段と広くて充実しています。同じくらいに出発する便が多く、朝から賑わっていました。オープンキッチンでは焼きたてのフレンチトーストが提供されていたり、自動パンケーキ焼き機があったりして面白かったです。行きのフライトでニュージーランド航空は機内食が美味しいと分かりましたので、ラウンジではコーヒーだけにしておきます。設備の整ったラウンジでキッズルームやシャワールームも完備されていました。搭乗口が近いので時間いっぱいラウンジを堪能し、ファイナルコール前に搭乗しました。帰りも行きと同じく、機材はボーイング 777-300ER です。利用する前はヘリンボーン式の座席って実際どうなのだろうと不安でしたが、乗ってみると私はスタッカート式よりこちらの方が良いなと思いました。座席配置の角度と座席間の壁のおかげで他の方と目線が合いませんし、通路にさらされている感じがないので落ち着きます。行きの飛行機で機内安全ビデオのストーリーに触れましたが覚えていらっしゃいますか？世界七不思議の8番目はどこがいいか話し合う議会で、ニュージーランド各地の立候補者たちが我が町こそはと名乗りを上げていましたが、最終的にはニュージーランドそのもの、国すべてがふさわしいという結論になりました。無事に離陸したので、靴をスリッパに履き替えリラックス。脱水症状や痙攣を防止するために、機内では意識してこまめな水分補給を行いましょう。そろそろお食事のお時間です。搭乗してすぐあらかじめコースの選択肢はお伝えしてあります。テーブルは側面から引き出されます。食前酒はシャンパンのローランペリエをお願いしました。前菜で選択したのは格子のグリルです。様々なパンの中から紫麦の全粒粉ロールをいただきました。果実味豊かなニュージーランド産のリースリング。メインディッシュにはタイのグリルをお願いしました。グリーンピースのピューレとサラダが添えられています。デザートはチョコレートパンナコッタにしました。
餐、前菜、メインディッシュ、デザート、これらすべて複数の選択肢の中から自分の好きなものを選択できます。お食事を終えると客室乗務員の方がベッドを作ってくださいます。このベッドはマットが低反発で寝心地が良いです。成人男性でも余裕を持って足を伸ばせる長さだと思います。帰りの便は17時に東京着です。ということは飛行機ではなるべく寝ない方が今夜家で寝つきが良くなるはずですので、この後は映画の時間にしましょう。せっかくニュージーランドなのでロード・オブ・ザ・リングにしました。この映画はニュージーランドで撮影されました。ニュージーランド航空で評判が良いサービスの一つが、お飲み物やスナック、アメニティなどをタッチパネルで注文できること。今までにありそうでなかったシステムです。注文を細かくカスタマイズすることもできます。私はココアを豆乳で作っていただきました。このタッチパネルでの注文はビジネスクラスだけではなく、エコノミークラスも含め全クラスで利用できるサービスです。提供内容はクラスによって異なります。ココアは2、3分で運ばれてきました。10時間超えのフライトは長いですが、機内のエンターテインメントが充実しているので全然飽きません。この数字のパズルゲームにはまりました。結構難しいのでやりごたえがあります。着陸の2時間半前になると客室乗務員の方がベッドを片付けに来てくださいます。ディナーのメニューを聞かれお食事の準備が始まりました。お食事用のテーブルはボタンを押すと出てきます。アミューズブッシュがやってきました。スモークしたカワイというお魚のムース。調べたところカワイは丸スズキのことのようです。パンも温かいものが提供されます。特にこの紫麦のロールというパンがとても美味しくておかわりしました。前菜に選んだのはクレイフィッシュのビスクです。甲殻類特有の旨味とトマトの酸味が良いバランスを生んでいます。メインディッシュにはフリーケという穀物のサラダを選びました。オプションでブラータチーズとニュージーランド産のサーモンを追加しています。デザートはイチジクとマヌカハニー、チョコレート、2種類のアイスクリーム。砕いたキャンディーとヘーゼルナッツのカリカリ食感がアクセントになっています。ボリュームがありますが美味しいので食べきれました。日本の充電器がそのままさせるので助かりました。グローバル仕様のコンセントと USB ポート、イヤホンジャックが備わっています。もう間もなく着陸です。うっすらと日本が見えてきました。この四角形の田んぼが日本らしい景色なのだなと思いました。行きも帰りも国際線も国内線も着陸の衝撃が非常に少なく、ニュージーランド航空便すべて上手なパイロットさんでした。とうとう日本に帰ってきてしまいました。また次の旅行のために仕事を頑張ります。
この後は料金の発表です。成田とニュージーランドのオークランドは約 9000km、オークランドとクイーンズタウンは約 1000km、合わせて片道1万kmの距離を往復しました。東京オークランド間はビジネスクラス。オークランドクイーンズタウン間はエコノミークラス。往復の料金は合計でおいくらでしょうか？正解は1名あたり往復45万290円、2名で合計90万580円でした。内訳はこちらの通りです。なお、今回私は11月上旬に利用しました。接客が非常に良く、機内食が美味しいので、私が今までの人生で乗ったことのある中でニュージーランド航空が一番好きな航空会社になりました。ニュージーランドへの旅行自体もおすすめです。次回はニュージーランド総集編の動画でお会いしましょう。お楽しみに。最後までご覧いただきましてありがとうございました。